こんにちは、ナッピーです。今日は東京ディズニーリゾートで買ってきたクリスマスのお菓子、これをミニチュアで作ってみました。しかもケース入り。今日はこれを作っているところの紹介をしたいと思います。どうやって作るのって先に知りたい方がいると思うので、ざっと説明しちゃいますけども、パッケージをそれぞれ広げてこうして写真を撮って、それをちっちゃくプリントして一つずつ切って組み立てるとこうなります。詳しい作り方はこれ作った時に説明している動画もありますので、そちらも参考にしてみてください。棚は100均セリアで買ったこれを使ってます。これの一番上を外してしまって、この透明ケースも100均セリアで買いました。この上段外しているので、この上の出っ張り部分、それをねノコギリでこう切り落としちゃいます。このとこですね。そうするとぴったりここに収まるんです。こうすると綺麗に飾ることができます。あとちょっと大きめに作るとこんな感じにもなります。これも100均のセリアのケースです。それぞれね、これ全部後ろマスキングテープ丸めたのでくっつけてます。だから振っても特に転がったりしません。1個ずつこうやって飾るのも可愛いと思います。では作っているとこです。まずはパークでお菓子を買ってきます。最近はパークに行かなくてもオンラインで購入することできたりします。これをすべて広げます。透明テープがついているんですけど、最近のものは剥がしやすくなってるんですよ。多分糊の部分改良されているのか、紙が白く剥がれることなく剥がすことできました。ちょっとこうして外しにくいところは定規とか入れると外れます。これビニールの袋でグミが入ってたんですけど、私この上からは開けずにここを切って中のグミを取り出しました。でこれは広げないで裏表でプリントして使います。最後この紙のバケツ型のパッケージなんですけど、本当はこの蓋可愛くて飾っときたいとか思ったんですけど、こんな感じの状態になるのは覚悟してください。これを広げるんですけど、ここがね丸まってたんですよね、この口の部分が。それをこうして押し広げます。そこの部分、こういう状態でこの表側の紙を剥がしてそこを取り出します。もうねむしり取る感じで広げました。それでここがのり付けされてたのでそれを剥がします。この蓋はここを押し広げて、それでこれを外すことができます。あと私ここハサミで切っちゃいました。最初ここ斜めに線が入ったんでここで切ったんですけど、ちょっと作りにくいのでここで切った方がいいです。写真撮って作るんですけど、これはちょっとシワが入るので写真撮ってこの幅だけ参考にして赤のベタ塗りをプリントして作りました。これをそれぞれ真上から写真を撮ります。スマホで撮ってます。この箱はこのベージュの紙は必要なかったんですけど、あとは全部必要なのでこれをまとめて写真を撮ります。1個ずつ撮っちゃうと大きさ違くなっちゃうんで、必ず同じ箱のものは一緒に撮ります。でこうプカプカ浮いてしまう時は
マスキングテープ丸めたものをこう貼って、でなるべく平らになるようにして取ってください。取ったものをこうしてまとめてプリントするんですけど、このアプリの使い方の詳しい説明は前回しているので簡単に済ませちゃいます。このフォントのアプリで写真を配置してプリントします。ちょっと今回はねめんどくさくてイラストレーターでプリントしちゃったんですけど、ざっと配置するとこんな感じになると思うんで、このパッケージに使う赤のベタ、これもフォントのアイテム追加で四角を書いて透明度100でサイズも幅を変えたりすればプリントできると思いますので、これで使えると思います。あとよく質問いただくんですけど、大きさはどうやって合わせてますかって言われて、実際プリントして組み立てないとわからないんですよね。で組み立ててそれをここに載せて可愛いサイズかなって確認して、あとちっちゃすぎると自分で組み立てられない時もあるので、そういうのも確認しながら結構試作は何回か作ってます。よくその試作を嫌がって一発でこのサイズで作りたいって方がいるようなんですけど、それはね私できないです。あとミニチュアなので12分の1サイズとかこだわるのもいいと思うんですけど、私あんまりちっちゃくなりすぎると作ってて嫌になっちゃうんで、この棚かわいいんでここに入るサイズで、数もこれ全部ね6個作ってるんですよ。あれがね綺麗に収まってるんで、このぐらいのサイズで作るのが私は好きです。自分の好きな好みのサイズで作るといいです。ではこれを切っていきます。ここら辺の作りがこんなにちっちゃくなっちゃうと再現できないので、簡単にするために切り落としたりします。それもお好みでなんですけど、私が作った方法をお見せします。とりあえずはこの写真通り切り抜きます。はい、これが切ったものです。一度これを組み立ててみて、必要ないところを切り落とすといいと思います。いらなかったところか、ここがいらなくてここもいらない。たくさん作ったんでここいらないってところがなんとなくわかるんですけど、こういうのもほんと試作をしてみないとわからないんで、作る方は頑張って試作してみてください。ここもいらなかったな。ちょっと入り組んでるところも組み立てにくいので切っちゃいます。ここを切って、ここを切って、こっちか。あとは線通り折っていきます。このツリーは実物は折り目が湾曲してるんですよ。それはちょっと再現できないので、あんまり深く折り目をつけない感じで
ちょっとポワンと折れてるみたいな感じにすればいいんじゃないかなと思うんです。もうそんなのもお好みで。接着剤はこのタミヤのクラフトボンドを使ってます。はい、これで完成です。次はこのグミ、これプリントする時に裏面と表面の写真の間ちょっと隙間を空けました。これを折ります。こうして折ります。そしたら周りに接着剤を塗ります。で貼り合わせる。はみ出た部分は切り揃えときます。そしたらこれをちょっと膨らませたいので、中にティッシュを詰めます。適当に細く折って、それをちっちゃく切って入れればいいです。柔らかいのがいい人はスポンジとか入れてもいいと思いますけど、ティッシュならねその場ですぐ入れられるんで、それで口を閉じて完成です。この下もちょっと開くと安定性が良くなるので、こんな風にして作ってます。あとは全部説明してると大変になっちゃうので、簡単に
この箱は全部のヒレを正確に切ると厚みが出ちゃったので、こんな感じにね、いらないところは結構切り落としてます。蓋もこんな感じ。作る方はこれ参考にしてみてください。組み立てだけをやってみようかな。このパッケージ可愛くて、ここ点線になってるので切り抜くと中のツリーが見えるんですよ。こっちでも切り抜くとこんな感じになります。次はちょっと大変なバケツ型。蓋になる部分はちょっと一回りね大きく切ります。のりしろになるぐらいの幅を持たせて外側を切ります。こんな感じ。ちょっと細かいんですけど切り込みを入れていきます。こんな感じでわかるかな。折りやすいように切り込みを入れるんです。で今度こっち側も同じ。そしたらこれを折り曲げます。
次はこの赤ベタを、これ一緒に写真撮ったので、これが何ミリか測って、私の3ミリぐらいだったので、これを2つ折りにして3ミリの幅で切ります。これで蓋ができました。蓋を開け閉めしたければこのままでもいいんですけど、開け閉めすることないよって方はここにのり付けて貼っちゃいます。
かがでしたでしょうか。好きなパッケージで作ってみると楽しいと思います。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。